皆さんおはこんばんにちは。パラカルタのおさちです。今日はこちらの可愛いパイナップルの形をしたクッキー型をご用意いたしました。今回はこれを使ってホノルルクッキーカンパニーを再現して作りたいと思います。市販のクッキー型でこの絶妙なパイナップルの形ってなかなかないんですが、今回メルカリで偶然こちらを発見いたしました。くまこちょんという方が個人で作成している作品のようで、とてもいいものだったので、こちらは詳しく動画の最後でご紹介したいと思います。そしてホノルルクッキーカンパニーを再現するポイントは、まずオールパーパスフラワーを使うこと。アメリカでクッキーやマフィンに使われている一般的なお菓子作りの小麦粉がこちらのオールパーパスフラワー、日本でいう中力粉が使われています。そして塩が使われていること。普段クッキーを作るときは無塩バターを使いますが、今回は有塩バターを使っていきます。最後に厚焼きであること。一枚一枚ボリュームのある仕上がりがホノルルクッキーカンパニーの魅力でもありますよね。この3つのポイントを押さえれば出来上がりがぐっと本物に近づきます。それでは早速作っていきましょう。今回は生地の中にナッツを混ぜていきます。レシピは概要欄をチェックしてください。ローストしたくるみ 30g をナイフで粗く刻んでいきます。本物はマカダミアナッツが入っているのですが、なかなか高価で気軽に使いにくいので、同じくらいジューシーで食感も軽いくるみで今回は代用します。ボウルに室温に戻した有塩バター 90g を入れてヘラで柔らかくしたら、粉糖 50g を加えて全体が白っぽくなるまですり混ぜます。溶き卵 20g とバニラエッセンスを加えます。卵は M サイズで3分の1個分です。分離しないように2回に分けて加え、泡立て器でその都度しっかり混ぜ合わせます。次に粉を混ぜていきます。今回は強力粉と薄力粉を混ぜて使います。分量の半分を強力粉、もう半分を薄力粉にすることによって粉を中力粉に変身させることができます。アメリカで焼き菓子を作るときには一般的にオールパーパスフラワーという中力粉を使うんでしたよね。タンパク質が少ない薄力粉で作るクッキーは口当たりが軽くサクサクホロホロという感じですが、タンパク質が多い強力粉で作ると固めでザクザクという食感になります。このいわゆる中間に当たるのが中力粉になります。粉をふるったら砕いておいたくるみを加え、ヘラで切るようにざっくり混ぜていきます。粉気が完全になくなったら、ラップに生地を包んで少し平たく正方形に形を整え、冷蔵庫で1時間ほど生地を休ませます。今回はもう2種類チョコチップが入った生地も作りましょう。こちらも実際ホノルルクッキーカンパニーで販売されているフレーバーになります。卵とバニラエッセンスを入れるところまでは先ほどと同じ工程です。チョコチップの生地はプレーンの生地とココアの生地を今回作るので、ここで生地を2つに分けます。チョコチップは今回コストコで購入したカークランドのセミスイートチョコチップを使います。粒は結構ゴロゴロ大きめでしっかり甘さは感じますが、市販のビターチョコレートよりカカオの風味がしっかりしている感じで使いやすそうですし、とても美味しいです。一方の生地に強力粉 35g、薄力粉 35g をふるい入れ、チョコチップとくるみを加えてヘラで粉気がなくなるまでさっくり混ぜ合わせます。もう一方の生地には強力粉、薄力粉、ココアパウダーをふるい入れます。こちらもチョコチップとくるみを加え、粉気がなくなるまでさっくり混ぜ合わせます。それぞれの生地をラップに包んだら冷蔵庫で1時間休ませましょう。
1時間経ったら生地を伸ばしていきます。ラップから外して半分に割り重ねてポリ袋に入れたら、厚さ5ミリに伸ばしていきます。生地を伸ばしたら冷蔵庫で少なくとも2時間、時間があれば一晩休ませていきます。ここでしっかり寝かせることによってグルテンを落ち着かせ、焼き上がりの歪みを防ぎ、食感もとても良くなります。生地をしっかり寝かせたら型抜きしていきましょう。時間を見計らってオーブンを190度に予熱しておきましょう。型抜きする前、型に強力粉をはたいておくととても抜きやすいです。天板に並べたら、お箸や割り箸の四角い部分を使っていくつかこんな感じでくぼみを作っていきます。こちらを170度に下げて10分、180度に上げて10分、生地を焼いていきましょう。生地を焼いている間にフルーツフレーバーの準備をします。今回はみんな大好きハリボーのグミを使います。ホノルルクッキーカンパニーではドライフルーツのような本物の果肉がクッキーの中央にあしらわれているのですが、特殊な材料で揃えるのが大変なので、今回はハリボーで代用します。かわいいクマちゃんを3等分に切断しておきます。クッキーが焼き上がったらグミをのせて180度で1分、グミの表面がつるんとするまで焼いていきます。1分焼くとこんな感じで表面が表面張力を起こした水のようになります。1分以上焼いてしまうとグミが泡立って流れ出てしまうことがあるので注意しましょう。クッキーの熱が完全に取れたらチョコレートをディップしていきます。完全に乾かないうちにいくつかにココナッツファインを散らします。チョコレートがしっかり固まったら出来上がりです。それではいくつか味見していきましょう。美味しそう、やばい。このチョコレートがディップしてあるやつもね、もちろん美味しそうなんですけど、結構このグミを使ったこのクッキーがね、どんな感じなのか気になる方も多いと思うので、まずはこちらをいただきます。果汁はね、もちろん濃縮されたものがたっぷり入ってるんで、すごい口の中に入れた瞬間フルーツの香りがファーって広がるし、グミの独特の食感も焼いても残ってるんで、それがちょっとなんかドライフルーツじゃないんですけど、それに近いような食感になってるんで、グミを使うのはね、なかなかいいアイディアじゃないかなって個人的に思ってます。ステンドグラスクッキーを作るときにキャンディーを使ったりとか、昭和っぽい可愛い絞り出しクッキーの上にドレンジェリーっていうシロップ漬けのチェリーを乗せたりするんですけど、その応用で今回グミを使ってみました。あとはじゃあやっぱりこのオーソドックスなねパイナップルに、今回はセミスイートチョコレート、ビターチョコレートみたいなやつですね。この厚めのクッキー生地に厚めにディップされたチョコレートがまたいいんですよね。いつもはねクッキー無塩バターを使うと思うんですけど、今回は有塩バターを使って 1.5% ぐらい塩気があるんでね、その塩気にまたチョコレートが甘じょっぱくていい感じです。
力粉をね半分混ぜてるんで、やっぱ薄力粉だけで作るクッキーよりザクッとなんかこうやっぱり噛み応えがある食感になってます。なんかクッキー生地ってこうこねくり回すとね焼き上がりが結構硬くなっちゃうんですけど、その変な硬さじゃなくって食べ応えのあるボリュームのあるようななんかこう食感っていうかね、すごく美味しいです。じゃあ最後はこちらのトリプルチョコレートのクッキー、ココナッツがまぶしてあるやつをいきます。なんかココナッツが一気になんかこうハワイな感じがする。やっぱ生地が黒いとチョコレートとココナッツのなんかこう白っぽさがすごい映える気がする。今回ねこの可愛いパイナップルのクッキー型はメルカリのくまこちょんさんっていう方から購入したんですけど、個人でねこのクッキー型を制作されてるみたいで、いろいろパイナップルのこのクッキー型にも種類があるんですけど、まず型の厚さが1センチのものと2センチのものがあるんですけど、2センチのものを私は買いました。2センチのものの方がちょっと高いんですけど、やっぱそっちの方が丈夫だし型抜きもしやすいです。でサイズが3種類あって、ミニサイズ、小さめ、大きめっていうのがあって、私は小さめのやつを買いました。小さめのやつが一番ホノルルクッキーカンパニーの実際のサイズに限りなく近い感じがします。私が買った小さめの高さ2センチのステンレス製パイナップル型は540円、送料込み、普通郵便で届きます。その公式なお店で販売してるものじゃなくて個人で販売されてるものなんで、そこを理解して購入してくださいっていう風に書かれてました。ホノルルクッキーカンパニーは最近ねネットでも注文できるようになったし、横浜にもお店を構えてるみたいなんですけど、なんか自分の中で日本にいながらネット注文をしてしまうと負けだって思ってしまう部分が私はあるから、それだったら作ってね手軽に楽しみたいなと思って今回再現レシピを考案いたしました。すごくなんか本場に近い感じにできた気がする。ぜひホノルルクッキーカンパニー挑戦してみてください。じゃあ今日も最後まで見てくれてありがとうございます。お家でハワイアン気分を味わってみたくなった方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。パラカルタのおさちーでした。おうちでバイバーイホノルルクッキーカンパニーを開店しよう。